どうやったら食べていけるかっていう連載をしている間は少なくとも食べていけるかもしれないんだけども、連載が例えば終わっちゃった後、いつでもなんか賭けみたいなもんで、ギャンブルみたいなもんだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またマイキーさんが来てます。2020年は特になんかパンデミックがあって大変な状況なんだけど、去年、漫画家としてなんか仕事をする話とかしていましたね。普通に出版社に行って漫画家になって仕事になるっていうより、最近 Twitter でもアップしないと、個人活動しないとなんか仕事として難しいっていうなんかような話をしてたんですけど、なんか最近こういうマイキーと一緒にこの素材をクリップスタジオアセッツストアで売るような活動もしていて、なんか改めてその仕事の話やりたいなと思っています。他の動画で見せたんだけど、軽くここでなんか自分で作ってたブラシとかいろんな素材とか一回入れてもらえますか？なんかモブキャラクターのブラシとか草のブラシとか、あともうすでに作ってあるこんなようなもの、みんな興味あれば他の動画でこういう使い方となんか購入仕方とかというのはありますこの前のチャレンジ動画で時間がかかってましたね。草を描くだけでマイキーはプロ漫画業界で働いてるのに、こういうクリップスタジオアセッツの必要性、少しなんか話してもらえますか？アセッツでその収入を得るためにってこと、お金をもらうのかってこと？業界でも働いているし、で最近 Twitch の放送チャンネルもできたし、あと Twitter で他の漫画家も交流していて、たまになんか絵をアップしていますね。どういう効果とかありましたか？どれくらいおすすめとか、新人漫画家とかに。僕が Twitch やったりしてるのは単純に興味もある、そういうのが大きいんだけども、業界の中で働いてるからといってやっぱ漫画とかの仕事ってアーティストに近いから、その安定した状態ではないわけ。それも最近なのか、ただずっと漫画業界はそんな感じでした？でもずっとそうだよ、漫画業界は。じゃあ僕だったらさ、10年ぐらいアスタントで働いてるから、もう10年もキャリアがあればなんか安定した収入を得られてて、あと夢の漫画家さんとこ行ってたりすれば収入も安定しててとか思うかもしれないけど、そんなことなくて、全然その今すぐちょっとお金に困るみたいなことはないにしても、じゃあちょっと貯金がしっかりあって先まで生きていくの大丈夫かって言われると結構そこは不安なところで、めっちゃ有名な漫画家さんのところでめっちゃちゃんとした待遇で雇われてれば多分よっぽど変なお金の使い方しなければ生きていけるとは思うけども、それって漫画業界では一握りだから、他の人は大半はいくつかの仕事場を掛け持ったり、漫画じゃない仕事もどっかでやったりしながら生きてると思う。ある程度安定していてもなんか進化でもしなきゃいけないとか。そうね。面白いと思ってたのが、その、クリップスタジオアセッツストアはなんかストアだけじゃなくて、なんか自分でもアップするようなところで、なんか絵描きで使える素材は共有 しましょうようなところになってて面白い。デジタルだからさ、その一回描いてしまったらある意味永遠級に使えるわけよ。コピーして使えるし、でもそこにちゃんとそのお金が落とせるというか、お金を発生させられるようになってるのはいいなとは思いますね。全部が全部何でも OK ってわけではないところもあるんだけど、だからそれは活用できるものだとしていいと思うし、あとそのね、漫画描く人も増えたから、そういうところがあった方が便利だよねっては思いますね。漫画の仕事をやりながら、こういうコンテンツを作らなきゃいけないっていうよりも、アシスタントの仕事と一緒にセブンのバイトとかで図書館の仕事とかなんかやらなきゃいけない。最近もっとなんかオプションが増えてる感じなのかな。なんか
絵描き関係ある仕事ようなオプションがある。絵描きような生放送とか、オプションがあっていいですね。まあそうだね。可能性とかやることが関係あることに携われるものは増えたなって感じはする。まあただそれがじゃあ収入になるかはまた別だけどね。確かにそう。でも漫画家なんてさ、その売れてる人しか食べてはいけないから生活していけないからね。アシスタントもそうだけど。漫画業界でどれくらい漫画描くことだけで食べていける人はいるんですか？連載してる漫画家になっても、なんとなくそれだけでいけるわけじゃない気がする。そうだね。なんかそのどうやったら食べていけるかっていうその質問自体にもちょっと結構アバウトな感じなんだけど、連載をしている間は少なくとも食べていけるかもしれないんだけども、連載が例えば終わっちゃった後っていうのは、その連載はしてないから原稿料はいただけないけども、連載中に出したコミックスの印税で収入を得られる可能性はある。でもその後にまた新しく漫画連載しないとさ、食べていけないわけじゃん。その連載が終わったやつがめちゃくちゃ売れてるんだったらまだいいけど、だからその辺はね、なんかね、そのどうやったら食べていけるみたいなのが、そのボーダーラインみたいなのは、そのジャンプでめっちゃ売れてるぐらいまではいかないと厳しいかな。特に気になってるところが、何%連載されて、次の漫画も連載されるか、すごい気になってます。いやーでもそれはねあれだよ、厳しいと思う。一回連載してても連載してるからっつって、ある程度の信用はされてるかもしれないけど、やっぱ面白くなかったらすぐ打ち切られるし、出版社も別にね、そのなんか善意でやってるわけじゃなくてビジネスでやってるからさ、売れてないものを載せ続けるって赤字でしかないからさ、それはねすぐね終わっちゃうよね。だからパーセンテージっていうよりやっぱもういつでもなんか賭けみたいなもんで、ギャンブルみたいなもんで、連載されてもそれは永遠に漫画家として働けるわけは特にないみたい。ない。なんか連載されても自分の Twitter、YouTube、Twitch での存在、なんか守らなきゃいけない気がして、なんか連載した後に自分のチャンネルとかあるのか考えた方がいいですね。そうだね。多分今からだとそのもう昔はその雑誌しかなかったから雑誌に載せて漫画家としてアピールするしかなかったけど、今はブランディングして自分の IP というかさ、自分のブランディングしっかりできればどの媒体で YouTube でもいいし Twitch でもいいし、うまくやっていけると思うから、出版社と仕事をやってもいいけど、また単純に自分のマネージャーとかさ、自分のスタジオとか作った方が多分いいのかなって気がしますね。自分のスタジオっていうのはどういうものですか？スタッフ、アシスタントもそうだし、あとはそういうメディア展開する時の、マネージャーとかを雇ったりとか、海外の俳優さんみたいな感じでやった方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。